お願い、助けて。もしもし、聞こえてる？お願い、電話を切らないで、話を聞いて。迷惑電話とかいたずらとかだと思うだろうけど、違うの。私ね、今知らない部屋に監禁されてるの。助けてほしいの。お願い、電話を切らないで、話を聞いて。あ、信じてくれるの？ありがとう。いや、ちょっと私も何が何だかわからなくて混乱してるから、うまく伝えられるかわからないけど、説明してみるね。私の名前は東崎里乃。音羽山高校に通ってる高校2年生なんだけど、学校の帰り道でいきなり襲われて、気がついたら知らない部屋に監禁されてたの。それで監禁されてる部屋の机の上には紙と携帯電話が置いてあった。紙にはね、ルールが書いてあったの。そのルールを読み上げるね。ルールその1、お前はこの建物から脱出しろ。ルールその2、お前の所持品はすべて預かったが、代わりにこちらで用意した携帯電話1台が与えられる。ルールその3、携帯電話で使用できる機能は音声通話だけ。ルールその4、電話をかけることができるのは一度だけ。その電話が切れたとき、お前を殺す。ルールその5、電話できる相手はお前のことを知らない個人だけ。親族や知人、警察等の団体に電話をかけた場合、お前を殺す。ルールその6、電話をかけた相手が第三者にこのことを知らせた場合、お前を殺す。ルールその7、電話をかけた相手はお前の声を聞いて判断し、手助けをする。これが紙に書かれたルール。だから、適当な電話番号に電話をかけたの。そしたら、あなたに繋がった。お願い、いきなりこんな電話がかかってきたら、おかしいと思うだろうけど、本当なの。助けて。うん、わかった。ありがとう。落ち着いてきた。取り乱してごめんね。ありがとう。泣いてても、じっとしててもダメなんだよね。なんとかしなきゃ。紙には、この建物から脱出しろってルールが書いてあった。これって出口はあるってことだよね。無事に脱出できる可能性はあるってこと。私、諦めない。絶対にここから脱出してみせる。本当？ありがとう。じゃあ、今の状況を説明してみるから、あなたは気になることとか分かったことがあったら教えてくれる？それじゃあ、状況説明するね。あんまり人に説明するのとか得意じゃないんだけど、今、私は小さな部屋の中にいるの。広さは、なんて言えばいいんだろう。とにかく小さな部屋なんだけど、それで、目の前に扉があるんだけど、開かないの。あと、反対側にも扉があるけど、こっちも開かない。あとは、机があって、さっきのルールの紙が置いてあるよ。以上、こんな感じなんだけど。森です。
お困りですか？わかりました。それで、目の前に扉があるんだ。扉の横には4桁の暗証番号を入力できる機械があるよ。正しい番号なんてわかんないよ。あとは、机があって、さっき言ったルールが書いてある紙だよ。別に変なところは何も。あ、裏に何か書いてある。何第1回オリンピックだって。何これ。それで、目の、暗証番号わかるの？教えて。開いた！すごい！なんでわかったの？第1回オリンピックが開催された1896年が正解？そんなの私にわかるわけないじゃん。ほんと、あなたと電話できてよかった。助かった。ありがとう。じゃあ、扉を開けてみるね。廊下だ。廊下が右と左に続いてる。とりあえず、右へ進んでみるね。暗くてやだな。なんかここ、病院みたい。廃病院かな。病室がいっぱい並んでて、でも、人のいる気配がないし、ゴミとか落ちてて、荒れてるんだよね。これ、一人だったら絶対進めないよ。電話でも誰かと一緒でよかった。この廊下、結構長いな。あ、行き止まり。行き止まりっていうか、目の前に扉があって、鍵がかかってるみたい。また状況説明するね。目の前には扉があるんだけど、鍵がかかってて開かない。私の右横には病室があるよ。病室にはベッドがあって、洗面所があって、テレビ台もあるね。こんな感じかな。何か分かったら教えてね。目の前に、今度は暗証番号とかじゃなくて、鍵を差し込むタイプだよ。ベッドがあって、ベッドのシーツもぐちゃぐちゃ。ベッドの上には何もないね。ベッドが、ベッドの上じゃなくて、ベッドの下？そっか。ベッドの下は確かに見てない。あ、何かある。よしょっと。よし、取れた。鍵を見つけたよ。目の前には扉。さっき手に入れた鍵だよね。これでここの扉が開けばいいんだけど、やってみるね。鍵を差し込んでっと。よし、扉が開いたよ。これで先に進めるね。あれ、ダメみたい。扉が引っかかって少ししか開かないや。ちょっと隙間できたんだけどな。
ベッドがあって、あとはベッドの骨組みは頭が六角形のネジで固定されてる。他に気になるところはもうないね。どうすれば先に進めるんだろう。目の前には鍵を開けたと。隙間？腕なら入るから扉の向こうに腕を伸ばしてみるね。何かある。腕を伸ばして扉の向こうからなんか鉄の棒みたいなのを手に入れたよ。鉄でできてて棒の先がアルファベットの C みたいな形してる。なんかの工具みたいだけど。目の前には説明できるのはこれだけだね。ベッドがあって、さっき手に入れた鉄の棒をベッドの骨組みのネジに。あった。ベッドの骨組みのネジに鉄の棒がバッチリ合うよ。そっか、これってネジを緩めるために使うんだ。なるほど。よいしょ。取れた。ベッドの骨組みから鉄パイプを入手できたよ。目の前にはこの鉄パイプを。そっか。ドアの隙間に突っ込んでテコの原理でこじ開ける。よし、ドアが開いたよ。これで先に進める。じゃあ進んでみるね。結構廊下を歩いたよ。手術室だ。目の前に手術室があるんだけど、やっぱり入らないとダメだよね。わかったわよ。頑張る。また状況説明するね。中は暗くてよく見えない。真ん中には手術台があって人形が寝かせられてる。その横には手術道具、大きな包丁とかナタとかもあるよ。あとトレーワゴンがあって空き瓶とマッチが置いてある。あとは棚があって棚には薬品が置いてあるよ。とにかく暗くてよく見えないの。見落としとかあるかもしれない。出口は見当たらないや。こんな感じかな。何か分かったら教えてね。中は暗くてよく見えない。中は真ん中には手術台。台の上の人形はね、女の子の大きな人形。裸なんだけどなぜか靴だけは履いてる。あとお腹に傷跡みたいなのが描かれてるよ。真ん中には手術。人形の靴を。わかった。気持ち悪いけど仕方ないよね。動いたりしないよね。お願いだからじっとしててよ。
よし、取れた。靴から靴紐を入手できたよ。あとは、薬品には英語が書いてある。エザノル、読めない。あとは、仕方ないでしょ。英語は苦手なのよ。アルファベット？わかった。読み上げるね。E T H A N O L だよ。あとは、この英語ってエタノールって読むの？でもエタノールの方がかっこよくない？あとトレイワゴンがあって、空き瓶とマッチが置いてある。とにかく暗く、何か明かりがあればいいんだけど。とにかく暗くてよく見えないの。何か明かりがあればいいんだけど。空き瓶と靴紐とエタノールでアルコールランプを作る？なるほど、やってみるね。これでこうして。私あんまり器用じゃないんだよな。閉めてと。よし、できた。アルコールランプ。早速マッチでつけてみるね。おお、すごく明るくなったよ。これで辺りを見回してと。あ、壁に大きな穴が開いてる。この穴から先へ進めそう。穴の先は廊下になってて、また右と左に続いてる。廊下を右に進んでみるね。結構また長い廊下だな。静かすぎて気味悪い。あ、エントランスに出たみたい。状況説明するから聞いててね。ここは病院のエントランスだよ。受付があったりとか、待つための椅子がいっぱい並んでたりしてる。すごく広いけど、相変わらずゴミとかが落ちてて散らかってる。正面玄関は木のバリケードとか鎖とかで厳重に閉じられてて開きそうにもない。正面玄関の反対側に別の扉が見えているんだけど、床が抜け落ちてて行くことはできないね。あと壁に脚立が立てかけてあるんだけど、ワイヤーロックで柱とつながれてて持ち運びできないようになってる。どうすればいいんだろう。戻っても仕方ないし。こんなところかな。以上で状況説明終わり。ここは受付？なんか紙がある。読んでみるね。紙には患者を解放しろって書いてある。解放しろ？どこかに人が閉じ込められてるのかな。紙のこと？患者を解放しろっていうのは全部ひらがなで書いてあるよ。あと脚立はかなり長いね。2メートルくらいかな。ワイヤーロックは4桁の数字を入れるタイプ。どうせっかくここまで来たのにな。
戻る？わかった。そうするしかないよね。ああ、進めたと思ったんだけどな。あ、ダメだ。こっちも行き止まりだ。手術室の穴から右に進んで、さっきのエントランスに出たけど、左に進んでも行き止まりみたい。一度、手術室に戻ってみるね。手術室に戻ってきたよ。さっきと変わらないけど、一応状況説明するね。その後、真ん中には手術、あとは何もないよ。真ん中にはエタノールをこの人形にかけるの？よくわからないけど、やってみる。エタノールを人形にかけたよ。人形のお腹が濡れて文字が浮き出てきた。数字で4、3、8、1だって。そっか。解放しろっていうのは解き放つ意味じゃなくて、看病とかする解放のことだったんだね。だからひらがなで書かれてたんだ。よくわかったね。壁にはさっきエントランスに進むの？わかった。エントランスに着いたよ。あと、さっきの数字を脚立につながれたワイヤーロックに入れてみて。わかった。やってみる。やった！ワイヤーロックが外れた！これで脚立を動かせるようになったよ。正面玄関。床が抜け落ちてるところに脚立で橋を架けて進めって？なるほど、やってみる。よいしょ。よし、床が抜け落ちてるところに脚立で橋を架けたよ。進んでみるね。これバランス崩したら嫌だな。慎重に。よし、いけた。床が抜け落ちた先にたどり着いたよ。さあ、この扉を開けて。お決まりのロック。この扉も鍵がかかっていて開かないよ。もう嫌んなる。状況説明するね。エントランスの床が抜け落ちた先にたどり着いたけど、目の前の扉も鍵がかかってる。扉の横には暗証番号4桁を入力する機械があるよ。さらにその横には紙が貼ってある。紙には電話の相手は答えを知っている。このゲームを始めたのだからって書いてある。これってつまり私じゃなくてあなたが答えを知ってるってことだよね。暗証番号がわかれば教えてくれる？他には何もないかな。状況説明終わり。暗証番号が
ストアのスクリーンショット？何言ってるか全然わかんない。ま、これで先へ進めるね。結構歩いたんだけど、次は何かな。あ、売店！ねえ、売店があるよ。入ってみるね。はあ、お菓子とか雑誌とかいろいろ置いたままになってるよ。なんか嬉しそうだって。いや、お腹が空いててさ。さすがに賞味期限切れちゃってるかな。お、あ、賞味期限切れてない。ねえ、置いてあるお菓子のほとんどが賞味期限切れてないよ。やったね。とりあえずこれをと、後でお金は必ず払います。ふう、このお菓子好きなんだよね。ボリボリボリ、パリパリパリ。なんでお菓子を食べる効果音を声に出してるんだって？その方が食べてる感じするでしょ？ポリポリポリ、パリパリパリ。ふぅ、ちょっと休憩させてね。もう足が痛くてさ。静かだな。ここ、出口なんてあるのかな？本当はね、結構怖いし、不安に感じてるんだよ。そういう風に、あんまり見えないでしょ。それは多分、あなたのおかげ。一人だったら、絶対動けてないよ。誰かと一緒なのが、こんなにも心強いなんて、知らなかった。だから、ありがとうね。信じてくれて、ここまで一緒に進んでくれて、大丈夫だよね。私、ここから出られるよね。怖くて、本当は怖くて。うん、そう信じる。怖いけど、頑張らなくちゃ。この先、何があるかわからないけど、最後まで電話を切らないでいてくれる？私を助けてくれる？ありがとう。本当に、ありがとう。なんか、本当に嬉しいや。よし、気分を変えて、頑張るぞ。一つ、気分転換になぞなぞを出していい？じゃあ行くよ。いろいろな種類があって、時にはそれは勇気や感動を与えることもあるし、狂気になることもある。それでいて、震えているものはなんだ？正解！答えは声でした。本当にね、あなたの声に勇気をもらえてる。ありがとうね。よし、じゃあ休憩はここまでにして、先に進みますか。今、売店からさらに廊下を進んでいるよ。うん、分かれ道だ。右と左に行けるんだけど、左に進んでみるね。んで、さらに廊下を進んでる。あ、何か見えてきた。図書室に着いたよ。状況説明するね。図書室に着いたよ。本棚がたくさん並んでる。柱に時計が取り付けられていて、
5時41分で止まってる。受付には金庫が置いてあるけど、開けるには4桁の暗証番号を入力しないとダメみたい。あと、受付にはメモ帳と万年筆が置いてあるよ。それと、図書室の奥の壁に本棚があって、本棚と壁の隙間から少し光が漏れてる。以上で状況説明終わり。受付には金庫が置いてあるけど、開けるには4桁、縦と横が30センチくらいの小さな金庫で、時計のマークが書かれてるよ。無理やり開けるのは難しそう。柱に時計は電池式じゃなくて、建物から電力をもらっているものみたい。学校の教室とかにあるような時計だよ。受付には、金庫の暗証番号わかるの？その暗証番号じゃないみたい。柱に時計は電池式じゃなくて、建物から電力をもらっているものみたい。学校の教室とかにあるような時計だよ。あと、受付に万年筆は黒くて太いよ。結構高そう。メモ帳には何も書かれてないよ。それと、この本棚を動かすことができたら先に進めるのかな。柱に時計は電池式じゃなくて、建物から電力をもらっているものみたい。学校の教室とかにあるような時計だよ。本棚がたくさんいろいろな本が置いてあるね。児童向けとかが多いかな。柱に時計が取り付けられて、あと、受付には万年筆は黒くて太いよ。結構高そう。メモ帳には何も書かれてないよ。それと、この本棚を動かすことができたら先に進めるのかな。うーん、わかんない。それと、図書室の奥、この本棚を動かすことができたら先に進めるのかな。図図書室の広さは、なんていうか結構広いよ。この広さをどうやって表せばいいんだろう。ごめんね。本棚がたくさんいろいろな本が置いてあるね。児童向けとかが多いかな。柱に時計は電池式じゃなくて、建物から電力をもらっているものみたい。学校の教室とかにあるような時計だよ。受付にはそれと、この本棚を動かすことができたら先に進めるのかな。柱に時計は電池式じゃなくて、建物から電力をもらっているものみたい。学校の教室とかにあるような時計だよ。受付には金庫の暗証番号わかるの？やった！金庫が開いたよ。そっか、あの時計は5時41分じゃなくて17時41分を表していたんだね。
金庫の中には紙が入ってるよ。なんだ、せっかく開けたのに紙だけか。紙にはこう書いてあるよ。少年は老人に言った。この先は修羅の道であると。だって。何これ。それと図書この本棚にクロノスっていう本があるか？わかった、探してみる。クロノス、クロノス、く、く、く、見当たらないよ。それと、説明できるのはこれだけだね。それと、やっぱりこの本棚でクロノスっていう本を探せって？わかった。もう一回見てみるよ。クロノス、クロノス、クロノス。やっぱりないよ。それと、またこの本棚でクロノスを探せって？2回も見たから見落としはないと思うけど、クロノス、クロノス、クロ、わあ、ねえ、クロノスってカタカナじゃなくて漢字でクロノスだった？色の黒にツバメの巣でクロノス？あー、ごめん、本当にごめん。てっきりカタカナでクロノスだと思ってた。漢字でクロノスっていう本だったら確かにあるよ。手に取ってみるね。ねえ、クロノスの本を本棚から取ったら本棚が横に動いて廊下が現れたよ。これで先に進めそう。ありがとう。図書室から先に進んで廊下を歩いてるよ。先には何があるかな。あ、正面に扉が見えるよ。状況説明するね。ここは時間外受付みたい。正面には外への出入り口があるんだけど、鍵がかかってて出られないや。でも鍵穴とか暗証番号を入力する機械とかが見当たらないんだよね。その横には受付窓口があるよ。あと受付窓口の反対側には地下へ降りる階段がある。あともうちょっとで外へ出られるのかな。以上で状況説明終わり。何かわかりそう？その横には受付窓口がある。受付にはパイプ椅子が置いてあるよ。戻るの？戻るって言うと、さっきの図書室？わかった。図書室に戻ってきたよ。さっきと一緒だけど、一応状況説明するね。私、本田、あと、それと、柱に時計が時計は柱の上の方にあるから、私の身長じゃ届かないね。柱に時計が、
時間外受付のパイプ椅子を台にして柱の時計を操作しろって？わかった。よいしょ。パイプ椅子を持ってきたよ。台にして登ってみるね。柱の時計まで手が届いた。でもこの時計をどう操作すればいいの？時計の針を触って時間を進めたり遅らせたりできそうだけど。なんか時間外受付の方でカチッって音がしたよ。もしかして時間外受付の方に行ってみるね。時間外受付まで来たよ。あ、出入り口の鍵が開いてる。図書室の時計を時間外受付の時間に合わせたから鍵が開いたんだね。これで外に出れる。今ね、出入り口を開けたら病院の中に猫が入ってきたの。そのまま地下への階段を降りていっちゃった。どうしよう。あの猫、地下なんかに行ったら出れなくなっちゃうかも。出入り口は目の前にあって外に出られるけど、あの猫は迷子になっちゃうかもしれない。ねえ、地下への階段を降りて猫を探しに行こうと思うんだけど。怖いけど猫が心配だし、ちょっと見に行くだけ。じゃあ階段を降りてみるね。怖いよ。ねえ、聞こえてる？よかった。なんか喋ってて怖いから。階段を降り切ったよ。地下は暗くてよく見えない。猫ちゃん、どこに行ったの？あなた誰？いや、来ないで！携帯電話があの人とつながってるのに拾わなきゃ。いや、やめて！やだ、離して離してよ！諦めない。あの人は最後まで電話を切らないって約束してくれたもん。
森です。どうでしょうか。お困りですか。森です。お困りですか。どうでしょうか。わかりました。迷惑電話とか今森です。お困りですか。どうでしょうか。森です。お困りですか。わかりました。どうでしょうか。お困りですか。森です。私病結婚目の前に手術室目の前に手術室が受けキャタオンエントランスのこれグロゲ結構歩いたんねえ賞味期限切れてる。今バイあと以上図書室の広さはその後時間外受付は森です。ルート案内を開始します。西へ進みます。
目的地に到着しました。お困りですか？森です。森です。お困りですか？今、それ、えっと、わかりました。森です。目の前にその、その横には廊下を右に進森です。わかりました。誰かと一緒なのだ。今、右と左に。森です。どうでしょうか？森です。私が電話していた相手なのかどうか疑ったね。声を聞いてわかるでしょ。私はあなたが電話をしていた相手ではない。正解。よく疑ったね。よく気づいたね。これでゲームは終わり。終わっちゃったか。あの子はどこだって？あの子のことを心配するよりも自分の心配をした方がいいんじゃない？それじゃあね。危険です。危険です。危険です。
殺されなかったの。しっかりして。さあ、私に捕まって一緒に逃げよう。頑張って歩いて、私にしがみついて。よし、ちゃんと捕まった。まっすぐ、このまままっすぐ歩くよ。頑張って歩いて、一歩ずつ一歩ずつ。階段を上がるからね。タイミングを合わせて一歩ずつ上がるよ。いい？はい、頑張って、タイミング合わせて。はい、タイミング合わせて、頑張って。はい、先に行けって。バカ、あなたを置いていけるわけない。あなたは約束を破らなかった。私を助けに来てくれた。だから私とあなた一緒に脱出するの。ほら、行くよ。はい、タイミング合ってない。タイミング合ってない。頑張って、タイミング合わせて。よし、階段を登りきったよ。いやあいつ追いかけてきてる。早く逃げないと。ダメ、時間外受付の出入り口、また鍵をかけられてる。これじゃ外に出られない。あいつ追いついてきてる。早く逃げないと。捕まって、こっちに逃げよう。扉を閉めるよ。あいつが扉の向こう側にいる。扉を破ろうとしてる。しっかり扉を押さえて。ダメ、このまま二人で扉を押さえてもあいつがいずれ突破してくる。ねえ、聞いて。私が扉を押さえておくから、あなたは先に次の部屋へ進んで。分かってる。でも私が扉を押さえてないと。あなたは目が見えないでしょ。私はあなたを見捨てたりなんか絶対にしない。二人で脱出するの。私が声であなたを誘導するから。あなたは私の声を頼りに次の部屋へ進んで。いい？
屋の扉が突破されたみたい。あ、ねえ、非常口が見えてる。あの非常口までたどり着けばここから出られるよ。私がここの扉を押さえておくから、あなたは私の声を頼りに非常口までたどり着いて。右下、下だよ。右下だよ。その調子。左上、上、右だよ。右に行って。よし。左に行って。左だよ。頑張って。左、左。左上に行って。その調子。右上、もう少し。右、右、右、右。よし。左下、下に行って。もうでっかい。よし。そう、そのまま進んで。やった、非常口までたどり着いたよ。そのまま扉を開けて。非常口の扉が開いた。私もそっちへ行く。捕まって。走るよ。やった、外に出たよ。走って、頑張って。諦めないで走り続けるの。やった、病院の外に出たよ。人がいる。ねえ、助けて。警察を呼んで。ねえ、聞こえる？助かったよ。外に出れたんだよ。しっかりして。ねえ。しっかりして。あ、目が覚めた。よかった。あの後、警察に保護されて、病院に担ぎ込まれたんだよ。あなた、何時間も眠りっぱなしだったんだから。大丈夫？痛いとことか、ない？何よ、黙って人の顔をじろじろ見て。ちょっと、やめてよ。恥ずかしいでしょ。とにかく、目が覚めてよかった。それじゃ。もしもし。私の携帯電話からかけてみた。なんか、直接喋るの、恥ずかしかったから。うるさいわね。いいじゃない、電話で。とにかく、ちゃんとお礼が言いたかったのよ。電話を切らないでいてくれて、私を助けてくれて、本当に、ありがとね。多分、私が今ここで無事に立っているのは、あなたのおかげ。
ありがとう。なんか、久しぶりに電話した感じするよね。ついさっきのことなのにさ。今後もさ、今後も電話してきてもいいしさ。私も電話するかもだし。なんで笑う？笑ああ、3人目でクリアされちゃったか。次はどんなゲームにしようかな。楽しみ。